ご視聴いただきありがとうございます。アズパンです。多くの方にチャンネル登録、高評価いただき、本当に嬉しいです。今回のテーマは、腕時計上がりの一本についてです。動画作成を始めるきっかけとなった時計の話をさせていただきます。前回の動画は、今回のテーマにも通じる時計に求める個性について話をしました。まだの方はぜひご覧ください。私のように時計に意味を持たせる必要はありませんが、それがあると前向きになれる日があります。今は大きな時代の転換点になりつつありますが、腕時計はいつもそばにいて勇気をくれる存在です。腕時計を味方に自分らしさを出していきましょう。一方で2024年に入っても値上げが続いているので、予算内で理想の時計を購入することが難しくなりました。私たちが大好きな腕時計が評価されていることは嬉しいですが、焦りますよね。ご覧いただいた方が一日でも早く理想の時計に出会えることを祈っています。今回は編集の都合で話が2回に分かれてしまいました。続きも見ていただける方はチャンネル登録もお願いします。前回購入の話をさせていただいたのはスカイドエラーです。他のモデルと比較すると知名度は低いかもしれません。特徴を簡単に説明するのであれば、2月以外のカレンダーが自動で変わるので、1年間に1回日付調整をするだけで問題ありません。それに加えて GMT 機能も装備しています。今は2月なので、ご覧いただいているスカイドエラーの2時のインデックスが赤くなっています。インデックスと月が対応しており、12月までを効率的に表示できるシステムになっています。最初に聞いたときは、この機構、サロスシステムを実現したことだけでなく、直感的にわかる表現になっているアイデアに驚きました。さらに、サロスシステムでもリューズの数が変わらず1つということも驚きです。どうやって調整するか気になりますよね。実はベゼルを回すことによって時間、GMT、日付の切り替えができるようになっています。機械式時計でこんなに遊べる時計は他にしていません。カチッという切り替えの感触は一度手に取って体感してもらいたいです。フルーテッドベゼルに役割があること自体が私にとってはロマンです。いつも私が一番気にしている実機の精度については1日に1秒程度進んでいます。少しせっかちさんです。スカイドエラーの購入後はメインの時計をスカイにする予定にしていました。アニュアルカレンダーということもあり、2日に1度着用していれば日々の設定をしなくても年間を通じて運用することができます。お気に入りの一本ですし、長い間着用したいと思っていました。夏場に購入したので、ラフな格好でもスカイが腕元にあるだけでスタイルが決まります。ファッションをサボっているわけではないのですが、いくら服にこだわっていても、スカイに目が行くほど特別な存在です。だからこそ起きた事件があります。ある日、買い物に出かけた時のことです。路面店で商品を見ていたところ、ある人と目が合いました。距離もあったので気のせいかなと思ったのですが、嫌な予感がしたので避けるようにしていました。その方が会計を済ましたのを遠くから確認して店を出て行ったので、安心して私も店を出たのですが、店の出口でその人がカメラを構えて立っていました。まさか自分を撮っているとは思わないので、横切ろうとした時、明らかにカメラで私の腕元を追いかけてきました。その後2ブロックほど追いかけられて、動画か写真を撮影され続けました。今思い出してもゾッとします。人混みに紛れて巻くことができましたが、怖い思いをしたので、先ほどのお店に行って防犯カメラに映ってないかも確認を取りました。映像については本部の指示により見せられないと言われましたが、しばらく保管していただくことになりました。その後は何もなかったので良かったんですが、強盗事件も多い時期だったので、それからはジャケットを羽織るようにしています。思っている以上に見られていることを痛感した事件でした。少しネガティブな話になりましたが、ロレックスってすごく目立ちます。冬場は服を気にしなくても時計が表に出ることは少ないですが、夏場は少し気をつけて着用することをお勧めします。スカイドエラーを購入した後は不思議と時計ブティックに足を運ぶ機会が減りました。私の動画を見ていただければわかると思いますが、時計を買うたびに満足し、もうこれ以上は必要ないと言いつつ、次の時計のことを考えていました。
ちなみに上がりの1本というものを意識したことはないのですが、あえて言えばいつかはクラウン、いつかはデイデイトをイメージしていました。若い方には伝わりにくい表現かもしれないですね。トヨタのクラウンやロレックスのデイデイトはみんなの憧れでした。私にはデイデイトではなくスカイドエラーだったかもしれません。憧れていた時計が手に入ったことで次の時計を意識しなくなったんだと思います。以前に話をした時計を1本だけにするならにも通じるのですが、もしかしたらこれが手に入ればもういらないと思える時計が上がりの1本かもしれません。極端な話ですが、無人島に何か一つ持っていくならスカイドエラーを持っていきます。それぐらい気に入ってます。スカイドエラーは私にとって高い目標だったので、購入後の達成感は忘れられません。人生100年時代、40代の私もまだまだ先は長いのですが、20年ぶりに同窓会がありました。見た目の変化や仕事、家族の話から始まり、近況や趣味の話に続いていきました。10人程度の小さな会でしたが、時計好きや興味がある友達もおり、着用している時計の話で盛り上がりました。その日はビアガーデンということもあり、サブマリーナをしていきました。さすがに氷水が入ったケースから飲み物を取るのは避けましたが、バーベキューの油が多少飛んでもおしぼりで気兼ねなく拭けるので安心です。会社員人生、あと何本時計が買えるかみたいな話になって、10年に一度だったらあと2本くらいかなと友人は話していました。私は上がりの1本を手に入れたかもしれないと伝え、友人もスカイドエラーという選択に納得していました。ただ一番仲良かった友達が、でもアズパンってクロノグラフ好きだよねと言ったんです。1本目の動画を見ていただくとわかるのですが、学生時代に買った時計がクロノグラフでした。一緒に買いに行ったので印象が強かったのかもしれません。追い打ちをかけるように、時計好きってクロノグラフは1本持ってるよねって言われたんです。上がりの1本を買ったはずがクロノグラフが欲しくなってきました。気軽に時計の話なんかするんじゃなかったなと思いました。楽しい同窓会でしたが、後半はクロノグラフのことが頭の片隅から離れませんでした。それからクロノグラフについて考えるようになりました。自分らしいと思える時計はスカイドエラーに変わりません。ただそれは仕事をベースとした私の姿です。社会人としてどんな時計をすべきかベースに時計を選びをしていました。人生の半分以上を社会人として生きてきたので、仕事抜きの自分なんて見つけにくいです。友人との会話でそれに気がついてしまいました。本当はクロノグラフだって欲しいよっていうのが正直な気持ちです。自分らしさとか考えなくても理由なく欲しいです。今の状況であればクロノグラフを着用するシーンは限られてしまいます。例えばビジネスにおいてはデイトジャストやグランドセイコーの方が使いやすいです。レジャーに行くとしても水場に行くのであればサブマリーナが使いやすいですし、キャンプにはエクスプローラー2をしていきます。街歩きにはお気に入りのスカイもある状況で、もう1本購入する必要はありませんでした。理由とか考えてたら買えないです。でも欲しいです。いつもは論理的に考えるタイプですが、少し感情的になってしまいました。そして解決策を思いつきました。急いで買おうと思わなければいいんです。買わないのにブティックに行くのは気が引けましたが、クロノグラフといえばスピードマスターかなと思い、オメガのブティックに行きました。直近で購入の予定はないのですが、ちょっと相談させてもらってもいいですかと聞くと、クロノグラフについていろいろ教えてもらうことができました。オメガのブティックにもかかわらず、他のブランドについても話が出ました。ブレーゲは歴史が長く、ゼニスのエルプリメロが名機であることなどです。さすがはブティックの店員さんです。腕時計の話で盛り上がりました。せっかく他のブランドのことも教えてもらったので、ブレーゲにも行ってみました。ブレーゲに対する知識はなかったのですが、5大ブランドということで少し敷居が高いイメージを持っていました。ブレーゲでも購入は検討している段階ですぐに買うわけではないと伝えましたが、快く対応してもらうことができました。クロノグラフを探していることを伝えると、店頭にあった新作のタイプ20-2067を提案してもらうことができました。高品質ムーブメントに回転ベゼル、フライバック機能があるクロノグラフです。新技術や特許もあるそうですが、私にはちょっと説明が難しいです。アラビア数字の文字盤は気に入ったのですが、メタルブレスでないことが気になりました。さらに、ゼニスのブティックにも行きました。クロノマスタースポーツも気になりましたが、
気になっていたのはデファイです。これも以前に話をしたんですが、ムーブメントが見える時計が欲しいと思っていたからです。店員さんはクロノグラフを購入するのであればゼニスがおすすめですと語られていました。デイトナにも供給されたことがあるキャリバーです。意外に思われるかもしれないのですが、私はデイトナを最初から探していたわけではありません。そもそも買える時計とは思っていませんでした。もちろん5本連続で購入しており、ロレックス好きであることは間違いありません。ただ、マラソンもしていない私が買えるわけがないと思っていました。その後、ブランパンやパネライなどにも行き、いろんなブランドでクロノグラフについてゆっくり勉強をしていきました。その間はロレックスのブティックには行っていませんでしたが、出張先で平日の昼に時間ができたので、並んでいない時間に立ち寄りました。お探しのモデルはありますかと聞かれたので、数ヶ月前にスカイドエラーを購入したばかりなので、次の時計を探している最中ですと伝えました。他にも何かお持ちなんですかと聞かれたので、妻の時計も合わせて5本持っていることを伝えると、次はデイトナですねと言われたんです。正直混乱しました。買えないことで有名なデイトナを勧められるとも思っていませんでした。出張先ということもあり、在庫確認などはしませんでした。もしかしたら自分にも購入のチャンスがあるかもしれないと思い始めました。次の週末にロレックスの正規店に行ってみました。いつものスタイルで現状を伝えて、おすすめの時計があるかについて聞いてみました。デイトジャストのコンビやプロフェッショナルモデルのコンビも勧められましたが、数店行った結果、どのお店でもデイトナを勧められました。在庫に関しては、2023年の秋頃だったので、在庫の確認をしなくても新作がまだ入ってきてないことは教えてもらうことができました。この時には、お客さんを傷つけずにお断りをする一つの言い方なのかなっていうのに思っていました。年が明けてまだ寒い時期でしたが、そろそろ本格的に候補を決め始めました。改めてブレゲとゼニスに行き、気持ち的にはタイプ20を候補に決めかけていました。ただ、やはりデイトナは気になっていました。難しいことは理解していましたが、一度だけチャレンジしようと思いました。並んでいる人が少ない早朝です。たまたま話を聞いてもらったことがある店員さんもいました。少し緊張しながら入店し、いつも通り近況を伝えました。次の時計はブレゲにしようかと思っていると伝え、デイトナがあるか聞こうと思った時に、少々お待ちくださいと言われたのです。少し長くなってしまったので、続きは次回となります。次回はシリーズ最終回の腕時計が中心の生活についてです。よろしくお願いします。